スイ、彼は私たちの着替えを盗撮したの。え？壊れてるからね。いつもソイが乗っかって閉めてる。じゃないと閉まんないんだもん。あと何がいるんだっけかな。嘘、マジ？うざ。ちょっと待ってください。思ったより片付いてますね。そんな勝手に娘の部屋。不意打ちじゃないと状況がわからない。そう、取材なんです、取材。あ、てか私と顧問先生が来るの、娘さんには。携帯持ってないんです、うちの娘。え？ほとんど家にいるから必要ないって。高校から10年間も引きこもりですか。でもほらコロナあったんで行動制限というか、だから実質はその半分くらいと言っても。お嬢さん。はい、その右端のそうです。仕事とかバイトもしてないの？前までは私の漫画の背景とかたまに手伝って。日記とか自殺をほのめかすヒントがあるかもしれない。勘弁してください。冗談でもそういう。いいっしょ？え？きっかけはいじめとかが原因なのかな？どうですか、お恥ずかしい話、ちょうどその頃離婚とかもあって、思春期の娘なもんでなんとなくそっとしておいたっていう感じで。で気づいたら10年。でもコロナとかあいやったんで誰にでもコロナはあったから。まあ。産んでいくんです。え？締め切られた部屋、話し相手もいない。ゲームの電磁波、次第に体力、気力が削られていく。自分でもこのままじゃいけないと思った時期もある。だけど思考能力も削られていく。ただぼんやりと嫌いになる。自分のことが大嫌いになる。最初は楽でいい。放っておかれるのもつべこべ干渉されたくないから。でも心の奥で SOS を叫んでいたことにも気づく。その声が大きくなる。助けて、誰か助けて。でも誰も助けてはくれない。自分を嫌いになった後、世界を嫌いになる。生まれてこなければよかったと呪い、その帰結として産んだ親を最も憎むようになる。そしてある時、ナイフを持つ。冷たいナイフです。ひんやり気持ちがいい。選択肢は2つ。自分か親か。ないですないです。さっきも言いましたようにコロナでしたから。ほら行動制限ありましたからね。今はないですよね。でも掃除も洗濯もします。軽い料理もスーパーに買い物にも挨拶程度は毎日しますし、なんとなく飯時には会話もあります。親子ですからね。長年連れ添った夫婦みたいな、そういう感じで。
でも携帯持ってないってことは彼氏どころか友達もいないって話ですよね。いやでもゲームの中ではチャットという多分そういう今時の友達みたいなのいるんじゃないですかね。知らんけど。まあそれならいいです。実は知り合いにそういう引きこもりがいまして、ちょっとした事件になったんです。それって古くね。一昔前じゃね。なんで急に若者口調？家庭内暴力とかそういう意味合いのことをおっしゃるから。では問題ないということで。ノープロブレム。すい、おかえり。紹介するね。出版社のクルス編集長と。大丈夫。え？紹介しないで大丈夫。ごゆっくり。お味噌汁だけ作るね。ああ。背中を向けたままでいいんで聞いてください。実は今度私がストーリーを作り、お父さんが作画をする、そういう漫画の連載を始めようと思っています。大丈夫です。別に私に。その漫画の主人公のモデルをあなたにしようと考えているんです。大丈夫。クルス編集長の要望では鮮烈でピュアなラブストーリーをと。ピュア。すいちゃん。ラすい。素敵な笑顔です。お部屋を拝見しました。まあそれは怒るよな。勝手に女子の部屋を。取られるものもないか。そっち。それは別にいいんだ。10年も引きこもってるなんてもったいない。引きこもり。でもほらコロナあったから実質半分だよね。ボサボサの髪、スウェットのお尻を描いたりせずに街におしゃれして出かけませんか？お尻はかかない。そうですか。こもり人。引きこもりのことそういうの？引きじゃなくて？話が古いですね。か。ええ、それで支援センターに相談しやすくなったと聞きます。こもり人。響きが。かわいい。そう？うん。ウィスどうぞ。はい。口。はい。今日暑っ。ちょっと暑かったっしょ。はい。もう少し待ってくださいね。彼連載2つに映画の台本も急ぎで VTuber の作詞も。なんせ書斎入ると出てこないんで。でも糖分足りなくなるから3時のやつにはきっちり出てきます。すいません。あなたは公文さんの。セフレです。父さん。というよりスプレーかな。スプレー。虫除けスプレー。黒目さんすみません。ちょっと立て込んでまして会社からのズーム参加になります。編集長。お姉ちゃん、今度のパリコレ私行かせてくれないかな。しつこいな、それ正樹君に決まったでしょ。お姉ちゃん。はい。紹介まだだった？いや、ちょろっとは虫除けスプレー的な。私が派遣してるんです。公文先生真面目な方なんで、女子の誘惑に負けないように。うちのドル箱だから金目当てのブスどもから全力で守れって。おい。私本職はカメラマンなんです。こう見えて。どう見えて？すぐれ。つまんない。
はい。卵。ボーロ。え？いやおやつって公文さんのことだから高級スイーツでも出てくるのかなと思って。ああ、私はこれが。皆さんには別に。メイ。はーい。いやいや催促したわけではないので。では早速仕事の話に移りましょうか。はい。仕事というかね、スイ。家賃払えないと困るんで、はい。いろいろ考えて私で何かネタになればと。ご協力感謝します。あなた10年も引きこもりだったんだってね。信じらんない。普通に病むわ。コロナの行動制限があったんで実質半分です。いいからそのくだりは。てかメインも余計な口挟まない。はい、すいません。10年前はい。何、いじめ？やっぱいじめ？女子のいじめっていいっすよね。基本幼稚なしかと包囲網っていうか。メイ。はい。私が代わりにご説明いたします。本人の口からだとフラッシュバックして思い出すと苦しくなってしまうかもしれないんで。何？ためるわね。何？メイもう出てきな。娘と彼は事故に遭いました。バイクの事故です。相手は同じクラブのサッカー部の男子で、娘はその部のマネージャーをやっておりました。はい。新聞にも載りました。なぜなら娘の学校は千葉の八津東高校。強豪校ですね。全国屈指の。はい。その彼はいわばチームの要で、プロからも有望視されてて U18 にも選ばれていました。幸い娘は軽傷で済みましたが、その彼の方は死んじゃったの？次の週に大会が始まる予定でした。連覇のかかった大きな大会です。でも彼がいなくなったんでチームは2回戦で敗退しました。マネージャーでもあったんですね。それじゃあなたは随分責められたでしょう。そりゃあ罪悪感も半端ない。そんな大事な大会前、どっかにデート？海？そんなにイチャこきたいならトロトロ電車で行けって話。メイ。いや、世間の大便っつか。久保先生、さすがにどうなんでしょう。まあ学校の期待はともかく、彼氏の夢というか人生を壊してしまった過去というのはドラマティックではありますが、重すぎると言いますか。ごめんなさい。私正直ちょっとイラッとしたところがあって、あなたにいい年して引きこもりとかうざ働きや何がこもり人だ、響きが可愛いじゃねえって、こちとらシングルマザーでアホみたいな仕事の量をこなして必死で生きてんで甘えてんじゃねえって。いやいや、それはそれで編集長も大変なご苦労で。いらないから今私への無駄な共感。はい。久保先生、さすがにちょっと重くないですか。まあもちろん物語はアレンジなさるとしても、こう彼女の傷口をえぐって彼氏の死を乗り越えて新しい出会いと心の再生を描こうとなさるとしても。まあそうですかね。黒目さんもね、
そんな話ちらっとでも教えてくださってたら、私だってそもそもこんな辛い仕事振ったりしませんでしたよ。そうですよね。すいません。でも心のどっかでそうは言っても事故だったんだし、もう時効というかそろそろ娘にも立ち直ってもらいたいっていう気持ちが。あと家賃が、いや。じゃない。ん？彼氏じゃないです。え？事実は小説よりきなり。つまり本当に好きな人は別にいた。一つ私を書くなら条件があります。どうぞ。アガサのフィギュアいただいても。メイ。これ？不安だったのか。そうでもない。暗証番号はアガサの誕生日です。201654。ファンなのか。そうでもない。連絡先を交換ってことになるかもしれません。またハードル上げて。でもいきなり会っても何話していいか。そりゃあな。何馬？はい。何曜日に生まれたのって。なんすかそれ。日本では血液型や星座で占いとかしますよね。それと同じようにタイやミャンマーでは何曜日生まれかが大事で皆知っています。性格や相性などそれを信じているんです。私自分のも息子のも知らないです。俺も自分のもスイのも、あ、確かに知らない。そうやってググってみたりしてひとしきり盛り上がれます。何馬？何馬？はい。行ってきます。黒目じゃない？いい
枝優馬。ほら小さくなっちゃった。なん馬。いきなり。え？何曜日に生まれたの？かなって。はい、全員注目。俺たち週2くらい会社帰り適当にここで集まってるんだ。リーマン運動不足と上司のストレス発散ってか。お前ら分かんない？まあな、10年もありゃそれなりみんな変わる。じゃーん、黒目だよ。我らがマネージャー黒目すい。わかる？マジで？わかる？めっちゃ綺麗。やば。マジでじゃん。本当に？前から綺麗だって言ってやったら。ねえねえ黒目、俺わかる。高校以来だよね。10年ぶりか。俺、ずいぶん肉はついちゃったけど。黒目今何してんの？普通に会社員。お前ら一度にうるさいって。あ、まあそういえば俺も黒目の仕事ってか。私は、ゲーム関係。やっと来たか。相変わらずの遅刻魔が。嘘でしょ。亡くなられたんじゃ。亡くなったというのはサッカー選手としてはという意味合いですよね。黒目さん。想像してください、お嬢さん。いえ、我らがヒロインの今を。連載続けてくれ。ごめんなさい。ダメだ、緊張感に耐えられない。苦しい。バーンいらんわ。雨宮君。ちょっとトイレ。逃げちゃダメです。シンジ君じゃなくてジョージ君。逃げちゃダメだ。逃げちゃダメだ。逃げちゃダメだ。俺は私はサッカーよりバイクが好きなんだよ。電車に乗れない。内緒で頼む。みんな聞こえてっけどな。リハビリ終わって学校行ったらお前消えちまってた。学校からも家も引っ越してすまなかった。全部俺のせいなんだ。私も。私もってどういうことなんですかね。それは悪くなくても一応お約束の返しというか。もしかしたらバイクの乗り方の反省かも。なるほど。つまり例えばカーブになると体をこう倒す。その時後ろがバランスを崩してこんな感じで
雨宮君は何曜日に生まれたの？タイやミャンマーでは生まれた曜日で占いとか相性を見るらしい。つかしみいつまで抱きしめてんだ。離れろこら。我々ついだからついつまんねえよ。びっくりしたつかお前らその前にちゃんと黒目に謝ったのか。いくらこの俺様がいないからって2回戦負けしやがって、黒目に当たったりしかとしていぶり出したんだろうが。自分らの不甲斐なさ棚に上げやがって。ごめん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 。やめて、大丈夫。ぶったたいてやっていいんだぜ。俺が SNS で拡散してるから。それじゃあ黒目がもっと悪く思われる。ああ、そうね。っていうかだな、お待ちかね。いっちゃん悪いやつの謝罪。黒目、あの時は本当にすまなかった。どうかしてたっていうかボロ負けだったよ。あいつのパスがなきゃ俺なんか電柱以下さ。信じられねえ。大会前にお前ら一体何やってたんだ。告られて浮かれたかよ。お前が死ねばまたよかったわ。ちなみに事情知って俺こいつ一発グーで殴ったんだ。歯折れたわ。慰謝料よこせ。そんなん時効だわ。いいよ黒目、一発殴ってくれ。そうしてくれないと俺の気が済まないんだ。はい、殴れ。皆さんご一緒に。殴れ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 。私いや冗談。ごめんごめん無理って。だよね、黒目はあの時だってコーチに暴力を切る。キャラ変。動画撮り損ねた。テイク2。やめろもういいわ。びっくりした。週末水木に枝君と一緒に行って食事に誘われました。うん、そうなの。改めてご夫婦と？前に私しりとり終わらせでうっかり彼氏が今いるって返しちゃって。あったねそれ。それで4人で食事をってなりまして困りました。ちょうどいい。雨宮君を誘ったら。それは意味不明です。ああ、雨宮君も10年ぶりなのに彼氏のわけないか。お願いできますか、公文さん。え？私の彼氏のふり。スイ。君バカなの？全く男たちってブスいね。食事の席よ。すみません、さっきの打ち合わせで切らしてしまって。全然大丈夫です。江田さん、雨宮さん。ええ、座りましょう。水木です。一応彼は夫です。一応って何よ。三島康平です。スイから皆さんのことは少し。高校時代の同級生でサッカー部の歴代ナンバー1だったんですよ。この2人は特に有名で、他校の女子が毎日フェンス越しに黄色い声ね。スイ、改めて乾杯しましょう。乾杯。乾杯。乾杯。こっちのことより2人の話聞きたい。ああ、スイのお父さんが漫画家なのはご存知でしたか？ええ。あ、まだやってたんだ。
やってました。失礼だぞ水木。いやいや全然大丈夫よ。私は黒目先生の担当編集なんです。それで何度かお宅にもお邪魔して。ああ、それで娘のスイートで会ったのね。はい。美味しい。お、来た来た。リリコを呼んだんだ。せっかくの黒目との再会だから。聞いたわよ。秘書課に移したんだって。どうかしてる。希望を叶えただけだ。リリコ。もう一人のマネージャー。スイリリコ。サプライズ。久しぶり。 ET。リリコは何曜日に生まれたの？火曜日。やっぱり知ってる。あいつ来た。補欠のな。キャプテン。白崎健人君。最後のピースか。2人のオートバイの事故、私が原因です。具体的には何を？オートバイに？お前らみたいなお気楽リーマンとは違うの。俺はしがないバイク屋いたいけな中小の個人事業主だな。キャプテン。だから補欠いっか。あ、紹介する。三島康平です。もしかして黒目の彼氏さんですか？出版社にお勤めとかの。ええ。あなたのお話はリリコさんからも。え？お店で君は酔っていたから覚えてないんだろ。ああ、リリコ。あ、すみません。目が悪いんでガン見する癖が。公文さん、どういう？あの日2人が海に行くことをリリコさんは知っていたんです。誘われたこと聞いてたの？学校の屋上、昼休み。ただの海じゃない。そうですね。毎年サッカー部の合宿がある海です。本当の海。やだリリコ、何？大勢いる部員を間引きするんです。今なら炎上するようなしごきの伝統です。きつい練習で耐えられない部員が退部を申し出ます。11人が辞めるというまで続きます。俺やめます。します。今はもうやってないです。私たちの代で終わりになりました。11人目に白崎君が。でも彼は辞めていない。キャプテンになったのだから。その時俺が辞めます。ユーマが辞めるなら俺もやめち。ほらこちら。雨宮君、江田君、2人が辞めたら大問題です。それでこのくだらない伝統は終わりになりました。イケメンズやる。メイさせん。
本当の海って？くたくたで何も考えられない。かっこつけたり嘘をつく気力もないの。スポコン漫画でいうところの汗と涙が染み込んだ浜辺。彼女らにとって唯一無二の海。ああ、だから本当の海。話を戻しますと、その海に2人が出かけることを彼女は知った。大会前の大事な時期です。普通に考えれば告白めいたことがなされるのは明らかだ。それで邪魔しようと？待って、だからって何よ。オートバイに細工？メカに詳しいの？よせってアホなこと言って場の空気おかしくすんの。まさか。そのまさかです。実行犯は別にいた。誰？白崎くん？正解です。彼の実家はバイク修理をやっている。今は家業を継いで彼自身が。嘘だよ。そんなことありえない。キャプテンがそんなことするはずない。こんな作り話もうやめてください。彼女は魔が差した。目に痛いほど青い時、いつまでも続くはずがない眩しい季節。誰かにせかされるような不安と苛立ちがつきまとう。そして白崎君もまた。水、彼は私たちの着替えを盗撮したの。え？壊れてるからね。いつもソイが乗っかって締めてる。じゃないと閉まんないんだもん。あと何がいるんだっけかな。嘘。マジ？人望厚いからキャプテンでしょ。まあね、そういう一見真面目ないい人に限って魔が差すことはあります。つまりそのネタを掴んだ彼女がキャプテンを脅した。仮にそんなことがあったとしても、だからって彼がまさか。だけど問題になったらチームの出場停止もありえるっていうか。女子マネの誰かを取りたかったとか、その子にバレてしまうかもとか。リリコ冗談だよね。公文さんに頼まれた創作だよね。ごめんなさい。嘘だよ。白崎君は脅されたってそんなこと。彼にはもう一つ魔が差す要因があった。え？雨宮、枝の2人だけがスターとしてフィーチャーされる。自分はお情け、あるいは2人がやりたがらなかっただけのキャプテン。影に隠れ試合にも出られない補欠。一度でいい、ピッチに立ちたい、選手として注目されたい。まるで罰ゲームだった。違う。これもね、俺も学校居づらかった。彼はまずいよ、また過呼吸。誰しも心に本垢と裏垢を持つものです。まあ今となっては時効ですけどね。いやちょっとスイごめんなさい。
カワ様だ。